私は長谷部区長、五十嵐教育長、会計管理者総務部長、危機管理対策部長に大きく5点をお伺いいたします。まず1点目、マスク緩和について、政府は3月13日からマスク着用緩和を決定しました。庁舎内、区有施設ではいつからどのようにマスク着用を緩和するのか、来庁者、職員それぞれの対応を区長に、そして学校の卒業式はどうするのか、4月以降の学校での対応について、これは教育長に具体的に答弁をお願いいたします。次に、職員内にある公園での集団暴行事件について伺います。昨年の12月14日、神宮通り公園で、人殺し、助けてという悲鳴が聞こえてきました。現場では無数の警備員が公園を塞いでいました。中に入ってみると、警備員が人壁を作り、井川土木部長ら職員が警備員を指揮して、野宿者の荷物を運び出そうとしている様子でした。SS でヘルメットに書かれた警備員が集団で野宿者を囲み、力いっぱい投げ飛ばしていました。公園の外の公道でも警備員がカメラを向ける通行人を取り囲み、付きまとい進路を塞ぎ、撮影できないように嫌がらせをしていました。まるで暴力団かと思いました。私がカメラを向けると、今度は山中危機管理対策部長が立ちふさがり、撮影を妨害、大変しろと言い、部長の指示を受けた警備員に私は投げ飛ばされました。この2名が私を暴行した警備員であります。私は再三助けを求めましたけれども、部長は助けるどころか横でニヤニヤしているだけでした。区職員はビデオを丹念に撮影していたので、すべて映像に記録されているはずであります。ここで質問です。警備員の集団暴行は誰が指示をしたのか、事件への区の見解を伺います。また、助けを求めている人がいるのに、職員は見ているだけで、誰一人助けようとはしませんでした。なぜ暴行をやめさせなかったのか、区職員は安全・安心を守る立場ではないのでしょうか。また、区が撮影したビデオの情報公開を求めたところ、拒否されました。区長はビデオをご覧になりましたか。見ていないなら、ぜひ見て感想を聞かせてください。次に、山中部長は一体何の権限があって私の視察を妨害し、暴行を働いたのか。ビデオで見ていただいた通り、どうぞ訴えてくださいと開き直りましたけれども、謝罪をしないんですか。同時に山中部長に殴られてカメラを壊されたと訴えている方がおられました。謝罪、弁償はしたのでしょうか。この SS というヘルメットにマークをかぶった警備会社は、自称特殊警備専門会社を名乗るシークレットサービス株式会社であることが判明しました。警備員が目立って暴力的でしたけれども、警備員が暴力を振るうのは普通なのか、違法ではないのでしょうか。この株式会社シークレットサービスは、匿名追及を受けた富士防災警備から人手不足を理由に採択されていることが分かりました。匿名追及はただの中抜きではないのでしょうか。また現場には、それ以外の制服を着た警備員がおりました。他にも採択手続きや漏れがないのか、区長、危機管理対策部長に伺います。次に、アノニマスからの批判に区はどう答えるのか。1月に渋谷区のサイトが国際ハッカー集団アノニマスから攻撃を受け、閲覧不能に陥りました。こう書いてあります。Despite 渋谷 was progressive image。何々にもかかわらず、Despite 何々にもかかわらずということですね。渋谷区の先進的なイメージにもかかわらず、ミニシパルガバメントは彼らの Destroying the Tent the Process、テントを破壊したんだと、こういうことを批判されています。これまでも区長が高校生を殴ったり、職員がホームレスを投げ飛ばしたり、意に従わない指定管理者を、いじめたり、違いを力でねじ伏せる、まさに長谷部区長の現行不一致が世界に広まり、長谷部区長のおかげで渋谷区のシティプライズがズタズタに切り裂かれたわけであります。ここで区長に伺います。アノニマスからどのような連絡要求があったのか、それに対して区はどう回答したのか、問題は解決したと思っているのか、アノニマスの指摘のおかげで多様性を謳う高尚な基本理念と実際の行動が全然違うということに、渋谷区の悪評が世界に知れ渡ったことに、区長の感想、反応を伺います。次に、代々木山陽小学校が払い下げたグランドピアノの疑惑について伺います。経年劣化による使用負荷を理由に払い下げをしたわけですけれども、いつから使えなくなったのでしょうか。調律、修理は最後にいつ行いましたか。ピアノの適切な管理を行ったのではありませんか。会計管理室の下取り価格を見積もりは17万円でしたけれども、本当はまだ使えるものだったのではないでしょうか。払い下げた後に新品を買うつもりではないのか、ここまで教育長に伺います。次に、公文書偽造官製談合の疑いについて、令和4年に7月21日に業者池袋楽器に売却した後、10月11日付で会計管理室から契約カーの不用品売却請求が出ています。売却の後に区の決済っておかしくないでしょうか。こう会計管理者に尋ねると、情報公開請求を受けて資料を確認しているうちに日付が変わってしまったと、こう説明されましたけれども、
公文書の日付がコロコロ変わることが異常ではないでしょうか。公文書が適切に管理されていないことを区長はどう考えますか。本当は業者が決まっていて、後付けでアリバイ工作したのではないか、区長に伺います。また、私の取材で、池袋学研の見積書が実は2通あり、情報公開で出たものは1通だけ、もう1通裏見積書があって、グランドピアノ G3E 製造番号3910192の見積金額が、この2枚の見積書で倍以上違うことが分かりました。会計管理者に伺いますが、会計管理者が保有する業者の見積もりは17万円で間違いないでしょうか。一方で、総務部長に伺いますが、契約家で保有する見積もりは8万2000円で間違いありませんか。この今見ていただいている表の通りです。ちなみに、山野学家の相見積もりはいくらだったでしょうか。契約家の相見積もりでは、山野学家の方が高いのになぜ条件の劣る池袋学家を選んだのか、見積もり合わせは違法ではないですか。さらなる疑惑はこちらです。見積書の提出期限は令和4年7月21日午後4時なのに、契約が行われているのは同じ日の令和4年7月21日です。見積書提出期限の日に契約しているとおかしくないですか。ここまで契約課長はちなみに森田和夫さんですが、不審ではないのか、総務部長に伺います。また、以前にも公文書偽造を何度も指摘させていただきましたが、常習化しているのではないでしょうか。財務省の森友事件のように、実は裏でいつもやっているのか、きちんと第三者を交えた事案調査を行い、懲戒処分を下すべきではないかと思いますが、区長に伺います。最後に、すごい副業人材と渋谷スタートアップス計画について伺います。副業人材として採用した渡辺志保さんを社長に迎えて、多額の区民税を投じて、株式会社渋谷スタートアップスを設立します。区は出資に対して、いつまでにどれだけの経済効果を見込んでいるのか、区民にどのような還元があるのか、スタートアップが仮に成功したとして、他自治体に移転する可能性はないのか、本来ならば、区が行うべきことは住民サービスではないのか、基礎自治体が国の真似事をしてもしょうがないのではないでしょうか。次に、渡辺社長は副業人材として採用したはずなのに、いつの間にか本業になっています。世界的スタートアップを導くほどの経営者としての経験、実績が終わりになるのでしょうか。社長に新会社いくらの報酬を与えるのか、経営者保証に入るのか、もし経営に失敗したとき、渡辺社長は経営責任を取ることができるのでしょうか。また、これまで区が副業として採用した渡辺社長に支払った報酬はいくらでしょうか。同氏が海外在住を理由に源泉徴収を免れていることについて、報酬は国内源泉所得にあたり、所得税法に触れるのではないでしょうか。毎月何十万円もの報酬を日本国内の銀行口座に普通に振り込んでいますが、本当に非居住者ならば、外国送金しなければならないはずです。渡辺社長は本当は非居住者ではないのではないですか。また、新会社に共同出資した東急不動産 GMO はどのような経緯で選ばれたのか、他にも秀でた民間企業はたくさんあるはずですけれども、公正に選んだのか、資本金1億7000万円の資金使途、積算根拠、また新会社の配当政策、資本政策がどうなっているのか、丁寧に説明を求めます。そもそも補助金で成功した世界的スタートアップ、私は過分にして知らないのですけれども、成功事例があるのであれば教えていただきたい。区長に答弁を求めます。以上、よろしくお願いします。長部区長。れいわ渋谷金子康之議員の一般質問に順次お答えします。はじめに、マスク着用緩和について2点のお尋ねに一括してお答えします。2月10日、国はマスク着用の考え方を見直し、3月13日からマスク着用は個人の判断に委ねることを基本とする方針を示しました。また、東京都においても、都民の命と健康を最優先に、かつての日常を取り戻すだけでなく、コロナとも共存した活気あふれる東京を確かなものにしていくこととし、マスクの着脱は個人の主体的な判断を尊重することとしています。本区でも、この国や東京都の方針を基本とし、各施設での具体的な運用については、今後、新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定してまいります。次に、昨年12月14日の渋谷区立神宮通り公園における本区職員の対応などについて5点のお尋ねに一括してお答えします。神宮通り公園では昨年、放火等の被害が繰り返し続いていました。そのような中、12月13日の夜間に大量の物品が持ち込まれ、被害が拡大する恐れが生じたことから、翌14日に同公園利用者及び周辺住民の安全安心を確保するため、渋谷区立都市公園条例の規定に基づき、当面の間、神宮通り公園の利用を禁止にしました。
利用禁止とした後に本区職員が現地へ出向き、公園内にいた方や物品を持ち込んだと思われる方に対して、繰り返し退去を促すとともに、残置された物品の撤去を求めました。その際、本区職員が暴行や、妨害を行ったり、警備員に暴行や妨害の指示をしたり、カメラを壊したりしたなどという事実は一切ありません。警備員が暴行を加えたという事実も一切ありません。本区職員が撮影したビデオは記録のためのものであり、私は見ていますが、個人情報が含まれるため公開はできません。また、神宮通り公園の警備業務において、本区と受託者である富士防災サービス、防災警備株式会社との、契約手続きや受託者から株式会社シークレットサービスへの再委託の手続きは規定に基づき適正に行っています。株式会社シークレットサービスは警備業務等を行う企業であり、警備業法違反というご指摘は一切当たりません。次に、国際ハッカー集団アノニマスに関するお尋ねに一括してお答えします。はじめに、本年1月3日以降、数日間にわたり渋谷区公式ウェブサイトがサイバー攻撃を受け、閲覧しにくい事象が断続的に発生しました。住民サービスにかかるシステムには直接の影響はなく、個人情報等の改ざんや漏洩はありませんでした。区民の方をはじめ多くの皆様にご不便とご迷惑をおかけしたことをお詫びします。警察にも相談しながら、調査と復旧対応に24時間体制で対応しました。アノニマスを名乗る団体または個人が区ウェブサイトを攻撃したという趣旨のツイートをしていることは把握しています。通信障害との関係が強く推測されるものの、攻撃者は特定されていません。また、本区に直接連絡や要求がないことから回答もしていません。議員ご指摘のツイートの内容は、渋谷区が路上生活者のシェルターを撤去し、彼らを排除したという誤解に基づいていると説かれています。実際には、本区は路上生活者に対して他自治体に勝る手厚い福祉サービスを行っており、路上生活者のシェルターは、区立公園内に無断で設置されたブルーシートでなく、借り上げアパートを用意しています。この事実を明らかにするため、区ウェブサイト上に改めて日本語と英語で、本区が実施する路上生活者対策の取り組みについて情報を掲載しました。区内の路上生活者は、平成18年2月の384人から、昨年1月には70名に減少し、平成28年度から開始したハウジングファースト事業によって、令和3年度までに区内の路上生活者88名がシェルターに入居しました。また、テレビ、ラジオ、インターネットを通じて多言語で情報を発信している NHK ワールドジャパンにおいて、私がインタビューに答える形で本区の取り組みが紹介されました。その結果、現在のところ、区ウェブサイトへの妨害、通信妨害は確認されていません。今後も引き続き、本区の路上生活者の支援について、取り組みと対応姿勢を明確に国内外に示してまいります。次に、学校でのピアノ払い下げについてのお尋ねです。はじめに、情報公開された公文書の日付の総意についてですが、当該文書の書式の日付部分がリアルタイムの日付で印字される設定となっていたため、情報公開の開示手続きの際の日付が印字されてしまい、実際の日付と異なる状態で開示されたものであります。今後はそのようなことが起きないよう、書式、作成にあたっては細心の注意を払うとともに、文書の情報開示事務の際は十分な確認を行ってまいります。なお、先に業者を決めたという事実はありません。次に、グランドピアノ買取見積書についてのお尋ねですが、本件の不用品売却の手続きは、契約手続きを含めて適正に行われており、公文書の偽造や書き換え等の事実はございません。したがって事案を調査することはいたしません。次に渋谷スタートアップスについてのお尋ねですが、まず新会社、渋谷スタートアップ株式会社、スタートアップス株式会社に関するご質問に一括してお答えします。同社は国際的なスタートアップ企業の育成を通じて、質の高いイノベーションを起こし、地域社会の課題を解決することを目的としており、エコシステムを通じて区民福祉の増進に寄与できる事業となると確信しています。今回の出資企業は、スタートアップコンソーシアム参加企業を中心に案内し、早い段階から賛同いただいた企業です。資本政策は出資企業と共同で作成した事業計画をベースに計画したものです。本校は設立時において筆頭株主であり、幹部職員2名を取締役に就任させる予定です。それにより、同社のガバナンス体制を強化します。同時に監査役を配置し、透明性を持った経営体制を構築します。また、スタートアップ企業に補助金を出す予定はありません。当期時の本区の出資額は7000万円、持ち株比率は 41% ですが、今後変動がある場合には議会へ報告する予定です。
サポートしたスタートアップが移転することについては強制はできませんが、所在地よりも課題を解決するイノベーションが渋谷区で生まれ、実装し、成長していくことが重要です。次に副業人材について一括してお答えします。渋谷スタートアップス株式会社の代表取締役社長に就任予定の方は、副業人材の公募により選抜された人材で、シリコンバレーの世界的企業とスタートアップでのマーケティング統括責任者の経験もあり、十分な能力と熱意がある方と出資者間で判断しています。報酬額に関しては出資者間で協議の上決めていく予定です。この方には令和3年8月から本年1月までアドバイザーとしての報酬合計176万円を支払っています。令和2年からご家族の事情で出入国を繰り返しておられましたが、現時点で税制上の問題はなく、正式な就労ビザを保有していることも確認しています。以上、私からの答弁といたします。佐藤会計管理者。令和渋谷、金子康之議員の一般質問にお答えいたします。私には池袋学期の下見積もりの金額についてのお尋ねですが、本件の下見積もりは、神南小学校のアップライトピアノ1台の売却と、代々木山谷小学校のグランドピアノ1台の売却のセットでの下見積もりとなっており、その合計金額は税抜きで25万2000円であります。そのうち代々木山谷小学校のグランドピアノ G3E1 台の金額は税抜きで17万円です。以上、私からの答弁とさせていただきます。はい、松本総務部長。令和渋谷、金子康之議員の一般質問にお答えします。私にはグランドピアノの買取見積書等について6点のご質問ですが、一括してお答えします。このことにつきましては、ただいま会計管理者が答弁したとおり、本契約は2台のピアノについてセットでの契約となります。本見積もりの時点では、池袋学期の総額は税抜きで25万2000円で、そのうち代々木山谷町のグランドピアノの見積もりについては税抜き8万2000円であります。一方、山野学期の見積もり総額は税抜き22万3000円で、そのうち代々木山谷町のグランドピアノの見積もりは税抜き14万6000円であります。契約にあたっては、見積もり金額の合計がより高い業者と契約いたしますので、本件は適正な契約であります。また、見積もり提出期限日に売買契約を締結することは通常の契約実務であります。以上、私からの答弁とさせていただきます。山中危機管理対策部長。令和渋谷、金子康之議員の一般質問にお答えいたします。私には昨年12月14日の渋谷区立神宮通り公園における対応などについて2点のお尋ねですが、一括してお答えします。私は職務として安全対策のため現地にいたもので、暴行や妨害、カメラを壊すなどの行為を行っておりません。以上、私からの答弁とさせていただきます。五十嵐教育委員会教育長。
私にはマスク着用について2点、学校でのピアノ払い下げについて4点のお尋ねです。順次お答えします。はじめに、学校におけるマスク着用の緩和についてです。一括してお答えします。小中学校の卒業式では、国や東京都の対応方針に基づき、児童・生徒及び教職員は、式典全体を通じてマスクを外すことを基本として実施する予定です。ただし、合唱等においては、マスクの着用も含め、一定の感染防止対策を講じた上で実施します。なお、健康上の理由など、さまざまな事情により、マスクの着用を希望する児童・生徒がいることも踏まえ、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないよう指導してまいります。また、4月1日以降の学校教育活動におけるマスクの着用については、すでに2月10日付の政府対策本部において、マスクの着用を求めないことを基本とする方針が示されています。今後、国や東京都から示される留意事項等を踏まえ、改めて周知してまいります。次に、学校でのピアノ払い下げについて4点のお尋ねです。一括してお答えします。ご質問の代々木山谷小学校のピアノについては、令和4年4月まで使用していました。調律は年に1回で前日に行っていましたが、それ以前から音程が安定せず、蓋が閉まらないなどの状態で使用をしており、処分することとしました。管理や処分の方法については、区の財産として適切に対応しているものと認識しております。以上、私からの答弁とさせていただきます。8番、金子康之議員。私から区長に、6点、五十嵐教育長に1点、山中部長に2点再質問させていただきます。まず区長の1点目、マスク着用について、都の方針を踏まえて今後検討していくということだったんですけれども、来月で3月13日からなんですよね。区はどうするのか、区長はどう考えているのか、区長の考えをお聞きしたかったんですけれども、区のトップとして区長ご自身のお考えをお聞かせいただきたいと思います。それから職員の暴行事件ですけど、まず山中部長、暴行していないとおっしゃってました。確かに山中部長は暴行してないけど、暴行の現場のすぐ真横でずっと見てましたよね。で、私が警備員に放り投げられた時、あなた横で見てニヤニヤしてたでしょ。これ全部動画も撮ってるんだからね、あなたがやってなくても、あなたの横で警備員が手を下していて、そこをずっと横でずっと見てた証拠も残ってるんだから、これ暴行の共作共犯ですよということを踏まえて、事実関係をもう一回説明してください。で、仮にね、いや自分がやってないっていうんだったら、なんで目の前で暴力を振るってる人がいるのにそれを止めなかったのか、なぜ困ってる人が助けなかったのか、これ答弁なかったんで、これを答えてください。これ山中さん、ですね。それから区長に、ビデオカメラの公開しない、個人情報だから公開しないとおっしゃってましたけれども、ここには今争いのある暴力事件があったないという双方の意見が対立してるわけでしょ。事実関係がここにカメラに収められてるわけだから、これきちんと公開すべきじゃありませんか。公開すればおのずと結果明らかになると思う。私もビデオ撮ってるけど、区職員何人かでもっといっぱい撮ってるでしょ。公開してください、ね、これ区長2点目。それからこれやっぱりね、私職員による組織犯罪だと思ってます。職員による暴力事件、ね、このままだと暴力団と言われても仕方がないと思うんだけども、こういったことについて区長、こういう疑惑が上がっていることについてどう考えるのか。暴力はもうさせませんと山中部長にきちんと謝罪反省させるべきじゃありませんか。責任どうするのか、これ区長、ね、答えてください。
それからアノニマスのこと、なんか誤解があるみたいなことをおっしゃってたけども、誤解じゃないんですよね。実際にこうやってホームレスの方が放り投げられていて、テントがこうやってぶっ壊されて皆さん困ってるわけですから、これきちんとやっぱりね、どれだけ強がり言っても世界にはその通用しませんから、やっぱ正義には勝てないということで、きちんと頭下げたらどうですかね、世界に向かって、ね、これ3点目。それから五十嵐教育長に山陽小学校の話ですけども、蓋が閉まらなくなったと、去年まで使ってたんだけど、蓋が閉まらなくなったとおっしゃってたけども、やっぱりね、修理できなかったんですかね。修理できないということが、結果が分かったのかどうか、教えてください。また今後、他校についてのグランドピアノの管理とか、どういうふうにしていくのか、管理体制を見直しする考えがあるかないか、これをお答えいただきたいと思います。それから山陽小学校のことについてですね、区長、公文書を公開したものの日付が変わってたことを認めましたね。これね、公文書偽造ですよ、これ。結果、いろんな、なんかね、システムのエラーだかなんだとかおっしゃってる、結果的に私に聞かれてついつまがあるのかな、そういうことになったんだと思うけども、結果としてね、こうやって事実と違う公文書を公開出しているということに対して責任感じてないのか、これは明らかに公文書が捏造されている、また、見積書の疑惑とかさまざま申し上げましたけども、明らかにこれついつまが合ってないんで、きちんと調べた方がいいんじゃありませんか。調べた上で問題ないっていうのはいいけども、調べもせずに問題ありませんって言われても、私はこれ問題あると思ってるんで、きちんと調査した方がいい。できれば第三者を入れて調査した方がいいと思うんですけども、いかがですか。これ区長4点目です。それから副業人材の話ですね、経済効果がどれだけあるのか答弁がありませんでした。7000万出資するそうですけれども、どれだけ経済効果があるのか、まさか何もないと答えると思いますけれども、これ、質問通告しているんで答えてください。これ、区長5点目。で、6点目は、田辺社長の責任能力、あんまり答弁なかったんですけれども、経営者との実績があるのかないのか、これも質問通告しているんで、答えていただきたいと思います。以上よろしくお願いします。はい、長谷部区長。金子議員の再質問にお答えします。マスクについてですけれども、先ほど答弁したとおりですね、基本対策本部会議で決めていきます。当然外していく方向で、注意しながらですね、安全安心を確保しながらやっていくってことを、これどういうふうに具体的にやっていくかっていうのをこれから話し合って決めていくというのが、現在の状況です。あとビデオの公開がどうのこうのと言ってましたが、それについては先ほど申し上げたとおり、個人情報が含まれています。また警察からもしそんな問い合わせがあれば、当然そういったことは捜査に協力しますし、提出はしていきます。あと、暴力は組織犯罪でと知ってましたが、暴力は基本的にないので、答えようがありません。また、先ほどちょっとここでも言っておきますけど、なんか高校生に僕が暴力を振るったようなことも先ほどおっしゃってましたが、その当該の成人の高校生、ちょっと不思議なあれですけども、警察からですね、私はそういうことをしてないという情報を提供して、警察からその当人にですね、何度も呼び出しがあったそうですが、それには応じずですので、もう受理もされずですね、却下されてます。ですので、そちらをいまだに暴力だって言い張るということはもうおやめください。それと、アノニマスについて頭を下げろということですが、そんな必要はないと思っています。あと、公文書偽造ということについても、先ほど申し上げたとおりしておりません。あと新社長の責任能力、これは当然あるというふうに考えていますし、一緒にやっているですね、立ち上げる会社とも相談しながら、出資者との間で相談しながら、これからも決めていきます。以上です。スタートアップの経済効果についてですけれども、これもしっかりとですね、地域に貢献するような社会課題を解決するようなテクノロジーで解決するようなですね、スタートアップがこれから出てくると思ってますし、それがしっかりとこのまちづくり、市の発展、渋谷のまちづくりの発展、または地域の福祉の向上につながるというふうに確信しております。以上です。山中危機管理対策部長。令和渋谷
金子康之議員の再質問にお答えいたします。12月14日、神宮通り公園において、警備員が暴行を行っていたという事実はございません。以上、私からの答弁とさせていただきます。はい。五十嵐教育委員会教育長。金子議員の再質問、ピアノの払い下げについての再質問にお答えいたします。処分した判断は適正であったと認識しております。また、今後も区の財産として適切に管理してまいります。以上、私からの答弁とさせていただきます。8番、金子康之議員。私が区長、山中部長に、それぞれ区長に3点、山中部長に1点再々質問をさせていただきます。まずマスクのこと、早崎会議っていうのは聞いたんですけど、いつ会議開いて、いつまでに決めるのか、もう再来週ですからね、日本国全体がマスクあるぞってなる雰囲気なのに、いつやるのか、そのいつという期限、日にちを教えてください。これ1点目。2点目、職員らによる暴行事件、暴力ないとおっしゃってたけど、さっき私上映した動画ご覧になりましたよね。ホームレスの方、警備員4人に放り投げられてコロコロコロって転がって枯葉まみれになってたでしょ。これ暴力って言わなくて何なんですか。あれ暴力と思わないのか思うのか、それ見たこの考えを教えてください。これ区長2点目。それから3点目、すごい副業のスタートアップス、経済効果、なんかよく分かんないよね答弁でしたね。思いつきのようなことをおっしゃってたけど、7000万円も区税注ぎ込むんですよ。せめて夢物語でもいいから、なんか100億円ぐらいの会社作るんだとかね、なんか大風呂敷でもいいけど広げてください。具体的な数字でもって、何もなくっていずれ結果分かるんじゃないですかみたいな、あなたのお小遣いでやってる商売じゃないんだから、区民の税金使ってるっていうちゃんと認識持って明確に数字で答弁してください。それから山中部長、なんかそういった暴行の事実ないとおっしゃってたけど、あんた私のずっとそばにいましたよね。どうしてそこまでとぼけられるのかな。少なくとも私もぶん殴られてはっきり言って怒ってますんでね、きちんと謝るなら今のうちですよ。今ここで謝るんだったらこれ以上大ごとにするつもりないし、謝らないんだったらこれもう事実関係きちんと考え方ありますんで、謝るつもりがないのかどうか山中さん、ここで答えてください。以上です。長谷部区長。金子議員の再々質問にお答えします。マスク含めてですけども、いつまでにっていう話ですが、しっかりと卒業式とかに間に合うようにやっていきます。この時点でちょっといつまでっていうのはちょっと明言できません。またビデオを見た感想っていうことですけども、なんか正直言ってなんだかよくわからないですね。でそれが暴力なのかとも何にも分かりません。あれを見た限りでは、なんかいつものようにまたそういうのを出して暴力だ暴力だって、金子さんは言い張ってんだなと、なんかそういうふうに感じました。あとスタートアップスについてですけども、出資者間としっかり話し合って出資者同士でしっかり話し合ってますし、この後しっかりと、年月かかりますけども、しっかりと地域に
貢献できるような、還元できるような取り組みにしていきます。以上です。山中危機管理対策部長。金子康之議員の再々質問にお答えいたします。12月14日、神宮通り公園において、警備員が暴行を行っていたという事実はありません。以上、私からの答弁とさせていただきます。8番、金子康之議員。今お話、答弁聞いて非常に冷たいなと思いました。この渋谷区役所って闇に包まれてますね。情報は隠す、暴力が目の前で起きてても誰も助けもしない、暴力があっても、なんだか分かんないってごまかせる、挙句の果てに議員から追及されても逆ギレする、これが私が心から応援してきた心の応援団の長谷部区長かというと、誠に嘆かわしい、自分が本当に間違えたということを改めて思いさせられた、本会議の質問でした。ありがとうございました。